楽止めて。ここが銀河園チャンネルというお宝か。僕がいただくよ。お前には無理だ。残念。今回はいつもと違うんだよ。何？なぜなら、はい、今回は私戸谷公人が司会進行を務めさせていただきます。本日のゲストは、仮面ライダージオにご出演された仮面ライダーディケイド角谷司役井上正弘さんです。よろしくお願いします。おい銀河園チャンネル何台本作ってんだよ。俺もしっかりセリフ言わされたわ。こんなん初めてだよ。何このがっつり台本。まあでもせっかくだからね、今日進行なんだね。いや、今日の進行させてよろしくお願いします。よろしくお願いいたしますね。久々に会ったわけですけど、前回会ったのっていつだっけか。2年ぶりだよね、確かね。その前が10年前でしょ。いや8年前、7年ぐらい。8年、2年、次は何年後なんだって話だけど。1年後ぐらい。1年後なの。とりあえずもう今日帰り際に良いお年をって言った方がいい。今年中は合わねえんだ。ジオ10年ぶりに出演した。どうだったの？なるほどね、本当に司会進行を務めてる感じのパターンね。さ、すごかったのが当時のスタッフさんとかがそのままいるじゃん。そうだね。当時助監督だった人が監督になってたりとか、カメラマンのアシストだった人がカメラマンになってたりとかして、うわー、なんかすげえ歴史感じるとか思いながら、で何よりもスーツアクターの高岩さんがまだ現役でやってるってすごくない？レジェンドだね。レジェンドすぎるでしょ。すごいと思う。何でもやっぱジオの企画書に書いてあったのが、これは高岩誠二の集大成でもあるみたいなのも書かれてたみたいで、まあ確かにな、なるほどなとか思いながら。次世代へってことはな。結構出てるもんね。結構なんかね、割と出てる出がちで、だからまあね、ちっちゃい子とかになんか「あ、司だ」とか言ってまた言ってもらえるのは嬉しいけど、でもさ、あなたも出るよね。俺も出ましたね。出たよね。はい。なんで？なんで？出る必要ないでしょ。いや、それはだって司が出てるのになんで俺が出てないってことになります。もう俺ひたすら司を追っかけてるっていう、10年間追っかけてるって設定だからさ。そうなの？俺知らなかった。俺は勝手にそういう設定にして、そういう設定あるんだ。今回の仮面ライダージオに挑みました。そうなんだ。なんとなく内容の予想していい？いいよ。多分さ、ジオちゃんがさ、あれで変身するじゃん。あれ奪ったでしょ。奪ったね。やっぱり奪ったんだ。いかにこのジオという世界をかき乱すかっていう。かき乱し方がとりあえず盗む。そう、盗むと人はさ気になってくるじゃん。俺が登場した時に光写真館でさ料理作ってたじゃん。作ってる。今回もあそこのみんないるところに料理作ってるの？そう、料理作ってるのが登場。何作ってるの？料理はなんかいろんな和食を。で正弘はさ、あれじゃん、ベルトが変わってなかった？変わってた。新しいライダーっていう認識。そうディケイド以降のジオは変身まだできないんだけど、その以降もなんかだからエグゼイドとかフォーゼとか変身できるようになってる。なんか気づいたら。しかもカラーも変わってたもんね。そうマゼンタになってて、っていうかそっちも変わってるよね。変わってる。色がすごい濃くなってる。どんな能力追加された？能力は至ってシンプル。召喚できるライダーの数が増えたっていう。単純だね、俺。単純。全然前の司のテイストとちょっと違うテイストでさ演じてたでしょ。いや、テイストっていうか別にあんま変えてる気もないんだけど、全然違ったよ。変身の言い方がものすごいさ、なんか変身みたいな。いや、今回の立ち位置的な、俺正義の味方だったじゃん、一応ね。けど今回は正義なのか悪なのかどっちとも取れるみたいな。相変わらず曖昧な。相変わらずぼやかしてくるから、あ、そうか、じゃあどっちにも取れるようにしなきゃいけないのかと思って、いい感じに敵対しつつ、敵か味方かわからないぐらいなテイストでちょっとやってきたつもりなんだけどね。リエンドは何？久々にちょっと大人になってるかな。10年間司を探し続けた結果
結果まあ司とお宝を探し続けた結果、服装的にもちょっとリッチな。わかる、俺もちょっとリッチになってた。そうだよね、なんかスーツになんかこうシャツとかもなんかリッチになってた。ディエンドはじゃあその能力が、まあいろんなライダー出せるっていうのをまあなるわけじゃん。誰出したい？誰出したい？すごい難しいね。いや俺は、新しい能力使いたいんだとしたら、エグゼイドのなんか無敵アーマーみたいな、なんか無敵モードみたいなのがある。とりあえずエグゼイドになって無敵モードになって、でディケイドの能力のなんかイリュージョンで分身して、でインビジブルで消えるじゃん。とりあえずそれをやってみたい。最強だね。確かに。そうだから基本やっぱり数だから、こっちは。量より質より量みたいな。質より量。質も大事だけど、で数をこうバーって増やして派手な最後のフィニッシュを決めるっていうさ、20年分のライダーが召喚できる。何体紹介できるのそれ？やばくない？それはもうザーって並んでこう最後の。そうだよね。だってもう全2号ライダーがこうバー並んで、バーンやるでしょ。そう30周年とかだったらどうなっちゃうんだったんじゃ。まあ1個言っていいか、平成30周年は来ません。あ、そっか。じゃあラストだ。ラストだからもう本当に平成ライダーっていうのがもう終止符を打たれるわけですよ。なるほど。余計歴史を感じるね。感じるよ。もうだから何ライダーになるんだろうね。確かに。召喚できんのかな、その以降のディエンドは。まあ召喚できんじゃない？できる。ディケイドも変身できると思うし。無敵だね、どっちかっていうと。無敵だね。ドラマ中はどんな感じのその出方だったの？まあ一番最初に登場するのは、まあ相変わらず高いとこから街を見下ろしながらこの世界のお宝は僕がいただくよっつって一番最初登場シーン。いつものじゃん。昔の怪盗を匂わせつつもまたちょっと進歩新しくなった怪盗っていう感じかな。あ、そうなんだ。俺はもうひたすら司に会いたいんだけど。会いたいんだ。会いたい。俺は会いたくないけどね。この関係は10年変わっても変わんないんだよね。いや変わんないね、多分ね。今後あるのかな、共演。あると思うけどね。でもさ、ジオにさ、仮に司とじゃあ怪盗が出たらさ、その番組ディケイドじゃない？そうなってくるよね。なっちゃうよね。設定もちょっと似てるし。だってどうせ世界を破壊する人と何かを盗んでる人がいて、なんかそれでなんか話が進んでいくんでしょ。そうだね。まあでも先輩ライダーとしてさ、そのディケイドとディエンドがジオのその20周年の子たちに何かを教えるっていう。何教えんの？何教えんの？言ってみ、マジ他のライダーはわかるよ。俺ら何教えんの？何かあるはず。いやない絞り出せば何かあるはず。いや、じゃあ絞り出そうよ。俺ないのマジで。ディエンドとして何教えられる？盗み方。すげえ聞きたかったことがあって、声優になったよね。そうね。まあだから声優になったって認識もまあ正しいんだけど、まあプラスアルファその声優っていう自分の中の枠が増えたっていう認識が自分の中では。あ、そうなんだ。じゃあ俳優辞めたわけじゃん。辞めたわけじゃない。だからもちろん舞台も、今回も映像もそうだし、本当にいろんなジャンルを今垣根を越えていきたいなっていう。すごいね、手広いね。そう何？じゃああと VTuber とかもやってみたいな。何か例えば俳優だけとか歌手だけとか、その声だけじゃなくて、もう本当に全てその表現することが俺は好きなんだなって思って、でまあ20代最後の年だし1個チャレンジするのはありかなっていう。でも全然違くない？声優業界ってさ、結構だって同じ表現だけど技術違うでしょ。技術は違う。で芝居に対してのアプローチの仕方も違うし、それがまた新鮮ですっごい面白い。でそれをまた今度はさ、その舞台だったり映像の芝居に還元できるし。あ、そうなんだ。なんか結構活かせると。活かせるね。だからなんで声優さんって舞台立っても芝居うまいんだろうってとこがそこのポイントかなと思う。なるほどね。舞台の演出とかもやってるもんね。ああ、まあそうね。そういうのやるようになった。そうだよね。それも一つの幅のあれ。確かに。だからね、俺はね逆に物を作るのが好きだから、その俳優もまあ役作りじゃん。本当にこう映画とか作ったりとか、舞台作ったりとか、ドラマ作ったりっていうのも好きだから手広くやって同じ話になるけど、もう還元してみたいな感じ。なるほどね。そうやっぱり一緒なんだね、考えることは。まあすごいなんか久々に君と話せてよかったけど、また会うとしたら来年かな。来年かな、再来年かな。そんなに期間置く？
とりあえず一回飯でも行こうよ。あ、そうする？うん。じゃあ1年後のお店予約しとく。だから人らしきさ1年後ってなんないように先にオッケーオッケーオッケー。飯行こうって。じゃあ1ヶ月以内に行こうか。そうだね、1ヶ月以内でしょうか。大丈夫？スケジュール。うん、大丈夫だと思うよ。オッケー、じゃあじゃあすみません、最後に、はい、視聴者様プレゼントとして、はい、1名ちょっとお二人のサインを1枚作ってほしいんですけど、わかりました。お願いしてもいいですか？はい。なんかさ、サイン2人でさ、書いたことあったっけ？ 2人で一つの色紙はないか。ないよね。ないかもしれない。これはまたプレミアですよね。なんでそれやったんだ。簡単だ。なんて書いてあるのこれ。戸谷君と。絶対書いてないし、これ。ジュジュってしてる。これ。完成でしょうか？はい。こんな感じ。はい。マジでございます。ではそちらを視聴者様1名にプレゼントいたします。おーい。まあ1ヶ月以内に飯行くということで、本日のゲスト、戸谷公人さんでした。じゃあ1年後。だから1ヶ月何をしよう。1ヶ月後でしょ。次こそは奪ってやる。